さすがに疲れましたね。水浴びがしたいです。やったー、最高のご褒美です、お頭。おかえりなさい、お頭。ひよもう約束の日取りより遅くてすっごく心配したんですからね。ひひ、でもミノの様子はかなり詳しく調べることができたよ。それはお手柄ですね。お疲れ様でした、お頭。それが何でも赤ホロ州筆頭のくせにホロ州を放置してミノに来てたらしく、あれからずっと美月様にお仕置きされてます。お仕置きってどんなことだろう。ホロ州全体のお給金の計算とかを勘定型の部下扱いでやらされてるらしいよ。へえ、でもそれがお仕置き？ヒヨと違ってワンコちゃんは計算とか苦手だからね。そっか。だけど計算できるって便利だし、きっとワンコちゃんの力になるよね。厳しくてでもお優しい方ですからね。さて、立ち話もなんだし、荷物を置いたら一発屋でお昼にしましょう。お昼？お腹減ったよ。いつお会いしましたっけ？はあ、ちょっと変わった子ですよね。あの子が竹中さんなんですか？稲葉山城乗っ取りの首謀者である竹中さんと出くわして、よくぞご無事でしたね、お頭。判断しかねるってどういうことです？確か竹中さんはミノを愛するがゆえみたいなことを言ってましたよね。せっかく落とした稲葉山城を放棄ですか？なんかもったいない感じがしますね。なるほど。しかしお頭、達興殿がそれを許すでしょうか？一応菩提城の城主ではありますが、
心象はそこまで大きくなかったはずです。西見の三人衆っていうぐらいですから、性能の大小の豪族たちを従える代表格ですね。賢者をみすみす逃すと、マムシの孫とは思えんあの達興のことだ。そうなるだろうな。ところで話は変わるのだが、実はお前たちを送り出した後、稲葉山に早馬を出した。稲葉山城を売れとな。どういった反応を見せるのか試したかったのだが、私利私欲で城を奪ったわけではない。自分はまだ美濃斎藤家の家臣である。だから売れんと言ってきた。だがな、実はここからが面白いのだが、その返事が来た次の日、再び美濃から使者が来たのだ。違う。西見の三人衆の安藤、氏家、稲葉から来たのだよ。連盟の書簡を持ってな。高値で売ってやるから買えと言ってきた。どうだ、面白いと思わんか。なんだそれは。基本か。その原そのままの事態になったということだな。思った通り。なるほど。構わん。お前の好きにすればいい。我はその考えを全力で支持してやる。二人とも健介隊なのだ。好きに使えばよい。これを持っていけ。我のへそくりだ。路銀の足しにしろ。まとまった金はユイナが管理しているから使えんのだ。だからその金のことはユイナには内緒だぞ。我にはこれぐらいしかできん。すまんな、健介。初めの約束ではただ横に座っていればよいと言っておったのに、いつの間にかこのような荒事を任せることになってしまった。だが出会ってまだ間もないのに、我はお前にどれだけ助けられただろうか。バカ者、熱などあるか。納得しておるのか。
それは一応そういう約束ではあるが。楽しいと言ってくれるのか？何がそうだというのだ？好きに生きているから気にするな、そう言いたいのか？気骨のあることを言うやつだ。別に格好よくもなければ惚れ直してもおらんからな。勘違いするなよ。気をつけて無事に帰ってこい。ユイナか。いつからそこで聞いていた？へそくりのところからよ。あれは別に手元不如意の時用の蓄えだ。それに健介にやってしまったからな。もう没収するようなへそくりはないぞ。没収なんてしないってば。そうか、それはよかった。心ここにあらずって感じね。そんなことはないが、ユイナ。何？実は少し胸が痛い？どうしてそれがわかる？さっきのやりとりを聞いて今のクオンを見れば誰だってわかることよ。そうなのか。このような時に病気になってしまうとは、なんて不甲斐ないんだ我は。だがユイナ、この事実が家中に知れ渡れば家中の混乱を招く。このことは内密にしておけ。内密にね。多分内密にしなくともそれほど大きな混乱は起きないわよ。何を言うか。健介がいるとはいえまだ織田の周辺は敵だらけなのだ。我が伏せってしまえば他国に付け入る隙を与えてしまう。免疫なくてあんなこと言われたらそりゃこうなるわよね。何の話だ？ちょっと見直したと思ってね。おう、健介のことをか？そうか、それはよかったと思うのだが。何複雑な顔してんのよ。別にそんな顔はしていないぞ。眉間にシワ寄ってるわよ。放っておけ。どうせ我は可愛い女子にはなれん。織田の当主なのだから眉間にシワぐらい寄せて当然だ。はいはい。クオン、私少し出かけるわ。数日家を空けることになるけど自分のことは自分でやってね。それは構わんが、どこに行く？野暮用よ。じゃあね。気をつけてな。